のささやきの朗読や釣りをやる人間ならわかるとは思いますが、地元の人間が妙に嫌がる場所って逆に気になるんですよね。しかもそういう場所に限って妙な噂がある。夜になると誰かが立っているとか、昔事故があったとか、大体は尾ひれのついた話なんですが、それでも不思議と大物が釣れる場所と重なっていたりするんです。そしてこれは俺が26の時に体験した話です。その池の話を聞いたのはネットの釣り掲示板でした。山奥にある古いため池で異常に大きな声がいるらしいと。ただ書き込みの内容が少し妙だったんです。地元の人間は近づかないとか、釣れても持ち帰るなとか、超過情報に混じってそんな話がいくつも出ている。最初は誰かの悪ふざけだと思っていました。ただ添付されていた写真には確かに大きな魚影が写っていて、それが妙に気になったんです。結局俺は釣り仲間の宮田と柴崎を誘ってその池に向かうことになりました。季節は9月の終わり頃だったと思います。山へ入る頃には日も傾き始めていて、空気が少し湿っていました。車を運転していた宮田は終始上機嫌で、絶対でかいのいるだろと何度も同じ話を繰り返していたんですが、後部座席の柴崎だけは途中からほとんど喋らなくなっていました。最初は車酔いかな、そう思ったんです。でも違いました。山道へ入ってしばらくした頃、柴崎が小さい声で、なあ、この辺り静かすぎないか、そう言ったんです。言われて初めて気づきました。確かに妙に静かだったんですよ。山なのに鳥の声が聞こえない。窓を開けても風の音しかしなくて、虫の鳴き声すらほとんど聞こえませんでした。宮田は、山なんてこんなもんだろと笑っていましたが、その直後、車のナビの画面が突然ブラックアウトしたんです。一瞬だけでした。画面が砂嵐みたいなノイズに変わってすぐに元に戻った。ただその瞬間から車内の空気が妙に重くなったのを覚えています。誰も口には出しませんでしたが、三人とも少し気味悪くなっていました。池に向かう途中、小さな商店で飲み物を買いました。昔ながらの雑貨屋みたいな店で、色褪せた看板が傾いたまま放置されていて、店の前には古い自販機が一台だけ置いてありました。店の中は薄暗く、レジには老人が一人座っていました。俺が飲み物を持っていくと、その老人がじーっとこちらを見てきたんです。釣りに行くのか。低い声でした。俺が、ええ、まあ、と答えると、老人は続けて行き先を聞いてきました。軽い気持ちで池の名前を出した瞬間、老人の顔色が変わったのを今でも覚えています。正確には固まったという感じでした。しばらくは黙っていたんですが、やがて小さくため息をついて、はぁ、釣れても食うなよ。
そう言いました。俺は意味がわからず聞き返しましたが、老人はそれ以上は説明しませんでした。ただ、やけに真剣な顔で、夕方までには降りてこい。それだけ言ったんです。宮田は店を出た後、なんだよあれ、フラグ立ちすぎだろ。と、笑っていました。俺もその時は似たような感覚でした。田舎特有の迷信か何かだろうと思っていたんです。でも、柴崎だけはずっと黙ったままでした。池は想像していたよりずっと大きな場所でした。山道の奥、木々に囲まれるようにして広がっていて、池というより小さな湖に近かった。ただ近づいた瞬間、妙な違和感がありました。水の色が黒いんです。濁っているというより、光を吸い込んでいるような、そんな黒さでした。しかも風がほとんどないのに、水面だけが時々ゆっくりと波紋が広がった。それは誰かが水の中から触っているみたいに。岸辺には古い杭が並んでいて、半分ほど水没していました。昔、ここに何か施設でもあったのかもしれません。ただ、何より気になったのは匂いでした。生臭いんですよ。魚というより、腐った泥と腐った草が混ざったみたいな匂いがずっと漂っている。宮田は逆に興奮した様子で、これ、絶対いるわ。と笑いながら道具を下ろしていましたが、柴崎は辺りを見回したまま落ち着かない様子でした。しばらくして池の端に小さな祠があるのを見つけたんです。かなり古いもので半分ほど水に沈んでいたんですが、近づいてみると中には大量の魚の骨が積まれていたんです。白く乾いた大きな骨でした。鯉か何かだと思います。ただその骨の間に一瞬だけ妙なものが見えました。人の指みたいに見えたんです。もちろん見間違いだったのかもしれません。でもあの時の柴崎は明らかに顔色が変わっていました。帰ろうぜと珍しくはっきりそう言ったんです。その直後でした。池の中央で大きな水の音がしました。ポチャンなんて軽い音じゃありません。もっと重い何か大きなものが沈んだような音でした。三人同時にそっちを見ましたが、水面には波紋が残っているだけで何も見えなかった。ただ、その水の音だけが妙に近く聞こえたんです。距離感がおかしいというか、すぐ耳元で鳴ったみたいな、そんな感覚でした。釣りを始めたのは夕方近くでした。水面も少し暗く見え始めていた頃です。最初は普通でした。小魚の反応はあるし、たまに餌も取られる。ただ池全体が異様に静かなんです。水面に生命感がない。普通山の池って小魚が跳ねたり、虫が飛んでいたりするじゃないですか。でも、そこにはそれがなかった。まるで池そのものが息を潜めているみたいでした。そんな中突然、宮田の竿が大きく曲がったんです。ドラグが悲鳴みたいな音を立て、一気に糸が引き出されました。俺は最初、相当でかい声だと思っていました。ただ、すぐに違和感があったんです。
魚が走らない。普通大物なら横へ逃げますが、そいつは真下で踏ん張っているみたいに動きませんでした。宮田も途中から笑わなくなっていました。重っ、なんだこれ。竿がきしむ音が聞こえる。水の下で何か別のものを引っ張っているような、そんな感覚でした。数分格闘して、ようやくそれが水面に浮いた瞬間、俺たちは全員声を失いました。黒い鯉でした。異常なくらい大きい。ただ、一番おかしかったのは目でした。真っ白だったんです。濁っているわけではなく、最初から黒目が存在しないみたいな白さで、魚なのに妙に人間の顔みたいに見えたんです。宮田が震える声で笑いながら、やばいだろこれ。と言ったとき、その魚がゆっくり口を開いたんです。その瞬間俺は見てしまいました。口の奥に人間みたいな薄い歯茎が並んでいたんです。次の瞬間でした。池の奥から拍手の音が聞こえたんですよ。パン、パン、パンって、ゆっくりと。まるで誰かがこちらを見ながら喜んでいるみたいに。今思えばあの拍手が聞こえた時点で帰るべきだったんです。少なくとも柴崎は本気でそうしようとしていました。顔色も悪かったし、竿を片付けながら何度も、もう帰ろうと言っていたのを覚えています。でも宮田が聞かなかった。あいつはあの魚を見てから完全に変に興奮していたんです。釣り人特有の熱って言うんですかね。恐怖より先にこんな魚を持って帰れるという感覚が勝ってしまっていた。結局俺も流されました。今でもそこは後悔しています。山を下る車の中は妙に静かでした。来る時みたいなバカ話もなくて、宮田が時々、絶対メーター超えてたよな、と独り言みたいにつぶやいていたんですが、誰もまともに返事をしませんでした。夕方を過ぎた山道は思った以上に暗く、窓の外には杉林が延々と続いていました。その途中、ふと気づいたことがあったんです。車の中がやけに湿っている。最初は気のせいかと思いましたが、窓ガラスがうっすら曇っていて、服まで少し湿気を吸ったみたいに重かったんです。それに妙に喉が渇くんですよ。コンビニで買った水を飲んでもすぐにまた飲みたくなる。口の中だけではなく、喉の奥そのものが乾いている感覚でした。宮田も同じだったみたいで、ペットボトルを一本、ほとんど一気に飲み干していました。なんか気持ち悪いな。珍しくそんなことを言っていたのを覚えています。宿に着いたのは夜の7時を回った頃でした。山のふもとにある小さな民宿で、古い建物でしたが、釣り客がよく使う場所らしく、玄関にはクーラーボックスや濡れた長靴がいくつか並んでいました。おかみは50代くらいの人で、俺たちが魚を運び込んだ瞬間、明らかに表情が変わったんです。どこで釣ったの？それ。池の名前を言うと、おかみはしばらく黙り込みました。それから小さく首を振って、食べない方がいいですよ。
そう言ったんです。理由を聞いても曖昧に笑うだけでした。ただ、クーラーボックスを見る目が妙に嫌だった。魚を見るというより、中に入っている何かを警戒しているみたいな目でした。でも宮田は全く気にしていませんでした。せっかくなんだからみんなで食おうぜ。そう言って宿の裏にある炊事場へと魚を持って行ったんです。今でもあの時の匂いを覚えています。クーラーボックスを開けた瞬間、湿った泥みたいな匂いが一気に広がったんですよ。生臭さも混じってはいましたが、それ以上に長い間水に沈んでいた木みたいな匂いが強かった。宮田は鼻をしかめながらも魚をまな板に乗せ包丁を入れたんです。ただその感触が妙だったらしいんですよ。硬っ。なんだこれ。鱗ではなく湿った皮を切っているみたいな音がしました。腹を裂いた瞬間、黒い液体がドロッと流れ出たんです。血ではありません。もっと粘り気のある泥みたいな液体でした。炊事場の横に広がったそれを見て、柴崎は露骨に後ずさっていました。やっぱやめようぜ。かなり本気の声でした。でも宮田は笑いながら、天然もんなんてこんなもんだろと言って構わずさばき続けたんです。ただその時、俺も変なものを見ました。切り分けた魚の身がピクッと動いたんです。神経反射だったのかもしれません。でもその動きが妙に生っぽかった。まるでまだ呼吸しているみたいだったんです。結局俺も少しだけ食べました。今思えば本当にバカだったと思います。味は普通じゃありませんでした。油が乗っているとか生臭いとかそういう話じゃない。妙にぬるいんです。刺身なのに生温かい。しかも噛んでいると泥みたいな匂いが口の奥に広がってきて、飲み込んだ後もしばらく喉に残る感じがしました。柴崎だけは最後まで食べませんでした。箸にも触らずずっとタバコを吸っていましたが、その様子が明らかにおかしかった。落ち着きがないというか、何度も窓の外を見ていたんです。そのうち小さい声でこう言いました。さっきから誰かいる。俺は酔っているのかと思って聞き返しました。すると柴崎は宿の外を見たまま、道路のところずっと立ってる。そう言ったんです。宮田が笑いながら窓へ近づき、カーテンを開けました。外には街灯が一本だけ立っていて、その周りを虫が飛んでいました。人影なんて見えなかった。ただその瞬間、宮田の顔から笑いが消えたんです。なんだあれ。小さい声でした。俺も窓の外を見ました。道路の向こう側、暗闇の中に人が立っていたんです。3人。昼間、商店にいた老人もいました。全員無言でこっちを見ていた。だけど妙だったのはその距離でした。宿からかなり離れているはずなのに、顔だけは妙にはっきりと見えるんです。誰も動かない。ただ立っている。
だがそのうち老人がゆっくりと口を動かしました。窓は閉まっているのに不思議とはっきりと聞こえたんです。返せ。その一言だけでした。怒鳴っているわけではない。むしろ静かな声でした。だから余計に気味が悪かった。しばらくして三人はそのまま暗闇の方へと消えていきました。足音は聞こえませんでした。そしてその夜、俺はほとんど眠れませんでした。理由は単純で、異常に喉が渇いていたからです。水を飲んでも数分後にはまた飲みたくなってしまう。胃の中が水でタプタプになっているのに、喉だけが渇いている感覚でした。夜中の2時頃だったと思います。また水を飲みに部屋を出たとき、廊下の先に誰か立っているのが見えました。一瞬、おかみかと思ったんです。でも違いました。宮田だったんです。裸足で立っている。廊下の電気もつけず、窓の外をじっと見ていた。何してんだよと声をかけると、宮田はゆっくりと振り向きました。顔色が異様に悪かった。それに肌が濡れていたんです。汗じゃありません。水をかぶったみたいに首元からポタポタ雫が落ちていた。息苦しいんだ。かすれた声でそう言いました。その時でした。コン、コン、と窓を叩く音がしたんです。ゆっくり、爪で叩くみたいな音でした。俺は反射的に窓を見ました。2階です。外に人が立てるような高さではない。でもガラスの向こうに何か黒いものが張り付いていた気がしたんです。次の瞬間、宮田が急に窓に手を伸ばしました。開けろ。低い声でした。今まで聞いたことがない声だった。俺はとっさに宮田の腕をつかみました。その瞬間、ゾッとしたんです。腕が異常に冷たかった。人間の体温じゃないみたいに。翌朝、宮田がいなくなっていました。荷物も財布も宿に残ったままで、おかみに聞いても、知らないです、としか言わなかった。ただ、その顔を見た瞬間、俺はもうダメだと思いました。あの人、絶対に何かを知っていたんです。柴崎は朝から様子がおかしくて、ほとんど喋りませんでした。ずっと水を飲んでいて、窓の外ばかり見ている。俺が警察に連絡しようとすると、小さい声で、池に行ったんだよ。そう言いました。あいつ、戻ったんだ。意味がわかりませんでした。でも柴崎は、それ以上何も説明せず、ふらふらっと外へ出て行ったんです。結局俺も後を追いました。池に近づいた瞬間、昨日より匂いが強くなっていました。泥と生臭さと何か腐ったものが混ざった匂いです。空も暗く、水面だけが妙に黒かった。岸辺には濡れた足跡が残っていました。裸足でした。池から上がってきて、また池に戻っていく足跡。その後を追うみたいに、柴崎は祠の方へと歩いて行きました。俺が呼んでも止まらない。
祠の前で立ち止まった後、ゆっくり池を見たままこう言ったんです。いた。その声が妙に嬉しそうでゾッとしました。苦しくないんだって。次の瞬間、柴崎はそのまま池に入っていきました。服を着たまま迷いなく。止めようとしました。でも水面を見た瞬間、足が止まったんです。黒い水の下に人の顔みたいなものが並んでいたんです。ぼんやり白く浮かんで全部こっちを見ていたんです。次の瞬間、水の中から腕が伸びました。柴崎の体を掴んでそのまま沈めていった。悲鳴は聞こえませんでした。ただ水面だけがゆっくりと揺れていました。俺は逃げました。車に飛び乗って夢中で山を下ったんです。その途中、一度だけバックミラーを見ました。後部座席に宮田が座っていた。全身びしょ濡れのままうつむいていたんです。でも次に見た時には消えていました。そして宮田も柴崎も見つかりませんでした。警察には事故として処理されました。俺もそう思い込もうとしました。ただ帰ってからも妙なことが続いたんです。異常に喉が渇く。水の音がやけに近く聞こえる。風呂に入ると妙に安心する。それから数ヶ月後、風呂上がりに鏡を見ていた時でした。首筋に細長い傷みたいな跡ができていたんです。最初は気のせいだと思いました。でもその傷がゆっくりと動いた。呼吸に合わせて。まるでそこで息をしているみたいに。あの映像は公開されなかった。正確には公開できなかった。編集段階でスタッフが一人消え、データ管理をしていた人間が錯乱状態になった。そして最終的には企画自体が潰れた。そして残ったのは未編集の映像データと取材メモだけ。これはその時の話だ。その当時俺は小さい映像制作会社で働いていた。心霊系や都市伝説系の動画を扱うよくあるネット配信向けの制作会社だ。再生数のためなら何でもやる。そんな空気だった。問題の企画が持ち上がったのは梅雨の終わり頃だった。ディレクターの真鍋が嬉しそうに資料を持ってきた。やばい場所見つけたぞ。机に置かれたのは一枚の航空写真だった。山、深い森。その一角だけ不自然に四角く切り開かれている。赤文字でこう書かれていた。立ち入り禁止区域 E の7。何ですかこれ。俺が聞くと真鍋は笑った。元ダム建設地。計画途中で中止。理由は不明。だが工事関係者の失踪が相次ぎ封鎖されたらしい。しかもネット上では妙な噂まであった。夜中、子供の声が聞こえる。監視カメラに女が映る。
作業員が突然いなくなる。人数が合わなくなる。真鍋は完全に乗り気だった。これ絶対バズるだろ。俺はあんまり気が進まなかった。こういう変に具体的な噂がある場所は本当に嫌なことが起きる。だが俺は結局断れなかった。取材メンバーは4人。ディレクターの真鍋、カメラ担当の須藤、音声の小野寺、そして俺。現地に向かったのは7月中旬だった。E7区域は山奥にあった。県道を外れ、さらに工事用道路を進んだ先、途中からガードレールすらなくなる。霧が濃かった。昼なのに視界が白い。須藤が窓の外を見ながら言った。なんか嫌だな、ここ。真鍋は笑う。今更ビビんなよ。だが、俺も同じだった。空気が重い。山が妙に静かだった。虫の声がしない。風もない。ただ、時々どこからか水の流れる音だけが聞こえてくる。やがてフェンスが見えた。巨大だった。工事用の高い金網。赤い警告板。E7区域。関係者以外立ち入り禁止。そしてその下には色あせた紙が何枚も貼られていた。ほとんど読めない。だが、一枚だけかろうじて文字が残っていた。夜間作業禁止。理由は書かれていない。真鍋がフェンスを揺らす。鍵は壊れていた。お、入れんじゃん。嫌な音を立てながらフェンスが開く。その瞬間だった。風が吹いた。さっきまでは無風だったのに。冷たい風。まるでフェンスの向こうから流れてきたみたいだった。中は広大な工事跡地だった。途中で放棄されたままなのが一目でわかる。重機は放置。ブルーシートはボロボロ。コンクリートの土台だけが雨に濡れて黒ずんでいる。山肌には巨大な穴が開いていた。その周囲に監視カメラが大量に残されている。鉄柱の上、仮設小屋の屋根、ありえない数だった。小野寺がつぶやく。監視カメラ多すぎじゃない？確かに異常だった。しかも全部山側を向いている。工事現場じゃない。まるで山の奥を監視しているみたいだった。真鍋は嬉しそうにカメラを回している。いいね。雰囲気あるわ。だがその時、須藤が声を上げた。おい。全員振り返る。須藤は一台の監視モニターを指さしていた。仮設小屋の中、電源は落ちているはずなのに、一つだけ画面がついていた。ノイズ混じりの白黒映像。映っていたのは工事現場の通路。そしてその奥に女が立っていた。白い服、長い髪、裸足。うつむいていて顔は見えない。空気が止まる。すると真鍋が笑った。うわ、できすぎだろ。だが誰も笑えなかった。おかしいんだ。モニターに電源コードはつながっていない。しかも次の瞬間、
映像の女が少しだけ前へ出た。プツッと画面が消えた。誰も喋らない。すると小野寺がかすれた声で言った。今、動いたよな。その時だった。遠くで子供の声が聞こえた。歌だった。かすかに山の奥から、かごめ、かごめ。全員が凍りつく。霧の向こう、山肌に開いた巨大なトンネルの奥が真っ暗に口を開けていた。そしてその入り口の付近に小さな人影が何人も立っていた。霧の向こう、トンネルの入り口の前に小さな人影が並んでいる。それは子供だった。5人、いや、もっといる。全員こっちを見ている。距離があるせいで顔はわからない。だが異様だった。誰も動かない。真鍋が小さく笑った。仕込みじゃないよな。誰も答えなかった。須藤がカメラを向ける。ズーム。その瞬間だった。ノイズ、画面が乱れる。すると子供たちの姿が消えた。霧だけになっている。は？須藤が肉眼で前を見る。だがやはり誰もいない。小野寺がかすれた声を漏らした。今いたよな。俺も見ていた。確かにいた。なのに消えたんだ。真鍋だけが無理に笑っている。まあいいや、進もうぜ。そう言ってトンネルに向かう。俺は嫌だった。本能的にこれ以上は行くな、そう思っていた。だが仕事だ。結局全員で進むことになった。トンネルの中は異様に寒かった。外より明らかに気温が低い。ライトを向けると壁一面に黒いシミが広がっている。水じゃない、手形だった。小さい子供の手。無数だった。壁を這うみたいに奥まで続いている。すると小野寺が震えた声で言う。なんだよこれ。誰も答えない。奥へ進むほど空気が重くなる。妙な匂いもした。湿った土の匂い、古い水の匂い、それに混じって腐ったような匂いもした。須藤が顔をしかめた。死体みたいな匂いしない？冗談に聞こえなかった。その時、後ろで足音がした。ペチャ、ペチャと裸足みたいな音。全員が振り返る。誰もいない。だがトンネル入り口の暗闇に一瞬だけ白い服が見えた。女だった。だがすぐ消えた。真鍋が舌打ちをする。おい、マジで誰かいるだろ。返事はない。代わりに奥からまた歌が聞こえた。かごめ、かごめ。今度は近い。子供の声が何十人分も重なっていた。その夜、俺たちは現場近くのプレハブ宿舎へ泊まることになった。元作業員用らしい。電気は通っている。
だが、妙に古かった。廊下の壁には監視カメラが並んでいる。しかも全部、室内ではなく、外を映していた。山、フェンス、トンネルの入り口。まるで何かを警戒しているみたいだった。夕食を食いながら、真鍋が資料を広げる。地元で集めた古い新聞記事だった。例の場所、昔村があったらしい。飢饉の時代、その村では間引きが行われていた。食いぶちを減らすため、子供を山へ捨てていたらしい。そして、捨てられた子供たちは二度と戻らなかった。はずだった。真鍋が記事を指さす。でもな、変な証言があるんだ。夜になると、山から子供たちが降りてくる。窓の外へ立つ。家を覗く。そして歌うらしいんだ。かごめ、かごめ。と。小野寺が露骨に嫌そうな顔をした。もうやめません。真鍋は笑う。今更？だがその時、須藤が急に黙った。様子がおかしい。モニターを見ている。真っ青な顔だった。おい！全員そっちを見る。監視カメラの映像。宿舎の外が映っている。なんとそこには女が立っていた。白い服、裸足、長い髪、そしてうつむいている。昼間にモニターに映っていた女だった。しかも昼より近かった。宿舎のすぐ前にいる。空気が凍った。次の瞬間、女の顔がゆっくりと上がった。だがノイズが走り、顔だけ見えない。ブツッと映像が切れた。その瞬間だった。玄関をコンコンと叩く音がした。誰も動けない。そしてもう一回。コンコン。静かだった。子供みたいな小さい叩き方。真鍋が無理に笑った。スタッフのいたずらだろ。そう言って立ち上がる。止める暇もなかった。真鍋が玄関へと向かった。鍵を開け、扉を開く。だが、外には誰もいなかった。でも足元に小さな泥の足跡だけが並んでいたんだ。裸足だった。しかも一つだけではない。大量にあった。子供の足跡が宿舎の中まで続いている。真鍋の顔から笑みが消えた。深夜2時、異変が起きた。須藤が突然叫び出した。俺たちは飛び起きる。すると須藤は廊下で壁に向かっていた。震えている。いる。何が？壁ん中。意味がわからなかった。だが次の瞬間、俺たちも聞いた。ミシ。壁の向こう、何かが歩いている。小さい足音。それが宿舎の壁の中をぐるぐる歩き回っていた。子供の足音だった。ペタ、ペタ。しかも数が増えていくんだ。廊下、天井、床下、四方から聞こえる。
小野寺が半泣きで叫んだ。なんなんだよこれ。その時、宿舎中の監視モニターが一斉についた。全部同じ映像だった。暗い廊下、その奥から子供たちが歩いてくる。泥だらけ、全員うつむいている。そして一番後ろ、白い女が立っていた。ゆっくり顔を上げる。そこで初めて見えた。顔がなかったんだ。真っ黒だった。ノイズみたいに潰れている。次の瞬間、モニター越しの女が喋ったんだ。やっと出られる。同時に宿舎の照明が全部落ちた。悲鳴、物音、誰かが走る音。暗闇の中で小さい手が足へと触れた。冷たい、泥だらけ。その瞬間、須藤が叫んだ。人数が違う。懐中電灯が揺れる。照らされた廊下。そこにいたのは、俺たち4人ではなかった。5人いた。知らない子供が1人混じっていたんだ。うつむいたまま、裸足で。その瞬間、小野寺が消えた。本当に一瞬だった。目を離した瞬間にいなくなっていた。ただ床だけが濡れていた。泥水みたいに。俺たちはパニックになった。真鍋が叫ぶ。逃げろ。全員外へと飛び出した。霧の中を走る。だが、どこへ行ってもトンネルに戻ってしまうんだ。道がおかしい。霧の向こう、無数の子供たちが立っていた。増えているんだ。そして歌声も聞こえてきた。かごめ、かごめ。その中央、白い女が立っていた。もう目の前だった。顔の黒いまま、口だけが動く。ねえ。その声は妙に近かった。まるですぐそばで囁かれているみたいに。まだ入れるよね。次の瞬間、背後で巨大な音がした。振り返る。封鎖されていたはずのトンネルがゆっくりと開いていた。そして真っ暗な奥から大量の足音が聞こえてきた。子供だけではない。もっと大きくて、もっと重い。何かが出てこようとしていた。そして後日、現場でカメラだけが発見された。映像の最後、逃げる俺たちの後ろを泥だらけの子供たちが無言で歩いている。そして録音された最後の音声。女の声、すぐ耳元でこう囁いていた。次はどこに行こうか。と。あれは付き合ってからちょうど4年目の日だった。特別なことをするわけでもなく、俺たちはなんとなく、景色のいいところに行こうか、と決めて車を走らせていた。助手席でスマホを見ていたかすみが、ふと思いついたように声を上げた。ねえ、この先にさ、絶景スポットがあるらしいよ。人も少なそうだし、こういうとこ好きじゃない？軽く画面を見せてきたそれに目をやりながら、俺はハンドルを握ったまま答えた。いいじゃん。
どうせなら静かなところの方がいいしな。でしょ？せっかくだし、のんびりしよう。そんなやりとりも、もう自然なものになっていた。4年も一緒にいると、普通に盛り上げなくても、こういう時間がちょうどよくなる。街を抜けて、だんだんと山道に入っていく。建物が減って、木が増えて、空気も少しだけ冷たくなる。途中からラジオにノイズが混じり始めて、霞が少し眉を潜めながらボリュームを下げた。なんか雑音すごくない？まあ山だしな。そのうち治るだろう。そう言ったものの、結局そのままラジオは切ることになった。音が消えた車内は思ったより静かだった。霞が窓を少し開けて、外の空気を取り込んだ。なんかいいね、この感じ。ちょっと寒いけど。まあ、山だしな。でも嫌いじゃないだろ？うん、こういうの好き。そんな風に穏やかな時間が続いていた。しばらく走ったところで前方に動く影が見えて、俺は軽くブレーキを踏んだ。道の真ん中に鹿が一頭立っていた。わあ、普通にいるんだ。霞が少し身を乗り出して興味深そうにその鹿を見る。ただ、その鹿は逃げようとはしなかった。じっとこちらを見ている。全然どかないなぁ。俺が思わずそうつぶやくと、霞も少しだけ表情を変えた。ねえ、なんかさ、ちょっと変じゃない？あの鹿。変って？なんていうか、見られている感じがしない？俺はそう言われて、同じことを考えていたのに気づく。ただの動物に見られている感じではない。妙に意識があるような、そんな視線だった。数秒してから鹿はゆっくりと森の中へ消えていった。その場を離れてからも、なんとなく落ち着かないまま車を走らせる。その少し先で、今度は猿の群れが見えた。ガードレールや道路脇に何匹もいる。多くない？っていうか、静かすぎじゃない？霞が小さく笑いながら言う。確かに、普通ならもっと騒がしいはずなのに、どの猿もじっとしていた。そして、やっぱりこっちを見ている。なんか今日、見られてばっかりだな。そのまま通り過ぎて、何気なくバックミラーを見る。一匹だけ道路の真ん中に出てきていた。さっきの鹿と同じように、じっとこちらを見ている。ねえ、この道合ってる？少し間を置いて、霞がそう聞いてきた。さっきよりもトーンが少し落ちている。俺はナビを確認するが、表示は曖昧なままだった。一本道だし、大丈夫だと思うけどな。そう答えつつも、確信があるわけではない。でも、引き返すほどでもない。そんな微妙な感覚だった。道はさらに細くなり、周りの木も深くなる。気づけば、対向車も後ろの車も全く見えなくなっていた。その時霞が窓の外を見たままぽつりと言う。ねえ、なんか静かすぎじゃない？俺は言われて気づいた。風の音も葉の揺れる音も虫の声もない。エンジンの音だけがやけに響いている。確かにな。そう返した直後だった。ナビが急に音を出した。この先、休憩所があります。俺たち二人は同時に顔を見合わせた。え？今の表示出てる？いや、出てないよ。画面には何も変化がない。それなのに少し進むと、木の間に建物が見えてきた。それは、
古びた小さなドライブイン。看板にはかすれた文字で、山上休憩所と書かれている。ちょうどいいじゃん。少し休もう。かすみが少し安心したように言う。俺も小さくうなずいて駐車場に車を入れた。何台か車が止まっている。その時ふと違和感に気づいた。なあ、ナンバー見える？かすみも前を見て少しだけ首をかしげた。泥で隠れてる？っていうか、全部そうじゃない？どの車もナンバープレートだけが不自然に汚れていた。その時どこからか鈴の音がした。チリーン。思わず建物の方を見る。入り口の奥、暗がりの中に誰かが立っている気がした。はっきり見えないのに視線だけは感じる。行こっか。かすみがドアを開けて振り返った。その一瞬、妙な感覚がよぎった。ここに入るべきではないって。でも、その理由はわからない。俺はエンジンを切って車を降りる。そしてそのままかすみの後を追ってドライブインへ向かった。ドライブインの扉は軽い音を立てて開いた。外観に反して引っかかりもきしみもない。むしろ何度も使われているような滑らかさがあった。中に入った瞬間、空気が変わった。外の冷えた空気とは違う。少しだけぬるくて重たい空気。それに混じる匂いは、食べ物のものにしては妙に濃く、鼻の奥に残った。店内には人がいた。カウンターに数人、奥のテーブルにも数組。服装も年齢も普通で、どこにでもいそうな客ばかりだった。ただ静かだった。会話がない。食器の触れる音や、わずかな物音はするのに、人の声だけが不自然に抜け落ちている。その静けさの中で、わずかに遅れて気づいた。全員がこちらを見ているんだ。入ってきた瞬間ではない。視線が揃ったようにゆっくりと集まってきた。すぐにそらされるわけでもなく、ただ観察するように向けられている。俺は気づかないふりをして店内を見回す。レジの横に一人だけ店員が立っていた。白い割烹着、年齢のわかりにくい顔。動きが少ないせいか、最初は人形のようにも見えた。その店員が少し間を置いてからこちらに歩いてくる。足音はほとんど聞こえなかった。2名様ですね。声は小さいのに妙に通る。それだけ言うと奥の席を指し示した。案内というより誘導に近い動きだった。席に座る。テーブルは普通だが触れるとわずかに暖かい。まるでさっきまで誰かが座っていたみたいだった。視線がまだ残っている。完全に見ているわけではないのに、意識だけがこちらに向いているのが分かった。メニューが置かれている。一枚だけ。山上定食。それしか書かれていなかった。値段も説明もない。ページをめくるものでもなかった。しばらくそれを見ていると、店員がすぐ横に立っていた。いつ来たのかわからない距離だった。こちらになります。確認でも提案でもなく、決定だった。断る空気ではない。俺たちは小さくうなずくと、店員はそのまま厨房の奥へと消えていった。その時、奥の暗がりが一瞬だけ見えた。通路が続いている。その先はよく見えなかった。やがて料理が運ばれてくる。並べられた皿からは湯気が立っていた。見た目は普通の定食に近い。汁物と
焼いた肉のようなもの、それに小鉢がいくつか。ただ、匂いが強かった。空腹でもないのに、やけに意識を引っ張られる。俺たちは箸を取る。一口食べた瞬間、妙な感覚があった。知っている味だった。どこで食べたのかわからない。でも、はっきりと覚えがある。思い出そうとすると、逆に輪郭がぼやける。ふと向かいを見た。かすみが食べる手を止めている。視線は皿ではなく、奥の通路に向いている。そしてその表情は、さっきまでとは少し違っていた。何かに気づいたような、引き寄せられているような、そんな目をしていた。違和感がはっきりと形になる。その時だった。店の奥から鈴の音がまたした。チリンと空気が変わる。店員が通路の奥から姿を現した。その手には小さな鈴があった。ゆっくりともう一度鳴らす。チリン。それに合わせるように店内の客が動き出した。椅子が引かれる音が一斉に重くなる。誰も言葉を発さない。ただ立ち上がった。そして視線が完全に一つに揃った。それは霞の方に向いているんだ。ご供え物の方はこちらへ。店員が静かに言った。そして霞の肩に手が置かれる。霞は抵抗する様子がない。むしろ自然に立ち上がろうとしていた。待て！俺は反射的に声が出る。その瞬間、近くにいた客の一人がゆっくりとこちらを向いた。目が合う。その顔には表情がなかった。ただ、邪魔をするなという意志だけがある。肩をつかまれる。力は強くないのに外せなかった。周囲の空気が同じ方向に固まっている。霞が通路の方へ連れて行かれる。足取りはゆっくりだが止まらない。やめろ！今度ははっきりと言う。掴まれていた腕を振り払う。一瞬抵抗が抜けた。その隙に前に出る。通路の入り口で霞の手を掴んだ。冷たい。さっきまでとは違う温度だった。強く引く。その瞬間、店内の空気が歪んだ。全員の動きが一拍遅れる。そのズレの中で俺は霞を引き戻した。通路の奥が一瞬だけ見えた。暗い。その奥に何かがある。形はわからなかった。ただ、見てはいけないもの、そうわかる気配だけがあった。鈴の音が急に強くなった。チリン、チリン、と連続して鳴る。さっきまでとは違う、焦ったような音。まだ早い。店員の声が低く変わった。さっきの柔らかさが消えている。順番があります。その言葉に周囲の客がゆっくりと動き出す。囲まれる。逃げ場が狭まる。霞の手を引いたまま後ずさった。俺は出口の方向を確認する。距離はある。だが完全に塞がれているわけではない。行くぞと俺は小さく言って強く引いた。その瞬間、客の動きが一斉に速くなった。さっきまでの鈍さが消える。手を伸ばしてくる。掴まれる直前、体をひねって避けた。椅子にぶつかる音が響く。静かだった店内が初めて音を持った。その隙に出口へと走った。扉に手をかける。開く。外の空気が一気に流れ込んでくる。振り返らない。そのまま駐車場まで走る。
車に乗り込み、エンジンをかけ、すぐに発進した。バックミラーに店が映る。誰も追ってきていない。ただ、入り口のところに店員が立っていた。鈴を持ったまま動かずに。見ているんだ、こちらをずっと。そのまま見えなくなるまで。しばらく走ってからようやく息を吐く。隣を見ると、かすみは黙ったままだった。ただ、さっきよりもはっきりとわかる。様子がおかしい。手を握ったまま離さないんだ。力が少し強い。そして小さく聞こえた。まだ終わってない。車はしばらくの間、何もない山道を走り続けていた。あのドライブインを出てからどれくらい時間が経ったのかわからない。時計を見る余裕もなかった。ただ、あの場所から離れることだけを考えて、アクセルを踏み続けていた。隣のかすみはずっと黙ったままだった。呼びかけても返事はない。ただ、手だけは強く握られたままで、その力はさっきよりもわずかに強くなっている気がした。そしてふと違和感に気づく。離れているはずなのに、あの匂いがまだ残っている。車内にうっすらと、あの店の重たい匂い。視線を前に戻す。道は続いている。来た道のはずだった。なのに、景色に見覚えがないんだ。同じようなカーブ、同じような木々。どこを走っているのか、感覚が曖昧になる。その時、不意にナビがついた。何も操作していないのに、画面が明るくなる。表示されたルートは見たことのないものだった。そして、機械的な音声が流れる。この先、休憩所があります。思わずブレーキを踏みそうになる。だが、足に力を入れて踏みとどまった。ふざけんなよ。俺は思わず声が漏れた。その横で、かすみがゆっくりと顔を上げた。その動きはどこかぎこちなかった。視線が合う。一瞬誰を見ているのかわからなくなった。戻らなきゃ。小さくそう言った。そしてその声はかすみのものだった。でもどこか重なっている。別の誰かの声が奥に混じっているような響きだったんだ。戻る必要はない。もう出た。俺ははっきりと言い切る。その言葉に対して、かすみはゆっくりと首を横に振った。違う。順番が、まだ。その言葉で理解した。あれは一度きりではない。途中で抜けただけだ。だから終わっていないんだ。その瞬間、車のエンジンが不自然になった。速度が落ちる。アクセルを踏んでも反応が鈍い。そして前方の視界がわずかに歪んだ。そして見覚えのある看板が木々の間から現れた。山上休憩所。それはさっきと同じ場所。いや、同じもの。くそ。止まるつもりはなかった。俺はそのまま通り過ぎようとする。だが、やけにハンドルが重い。まっすぐ進んでいるはずなのに、少しずつそちらに引き寄せられていく。タイヤが砂利を踏む音がする。気づいた時には、もう駐車場に入っていた。エンジンが止まる。勝手に。完全に沈黙する。降りなきゃ。かすみがつぶやいた。その声には、さっきよりはっきりとした意志があった。自分のものではない意志。そしてドアに手をかける。俺はその腕を強く掴んだ。行かせない。俺ははっきりと言い切った。その瞬間、かすみの動きが止まった。
ゆっくりとこちらを振り向いた。だけどその目はさっき店で見た客と同じだった。感情がない。ただ役割だけがある目。ダメ。かすみが言う。その口調は静かだったが、確実に拒絶だった。選ばれてるの。その言葉と同時に鈴の音が響いた。ドライブインの入り口にあの店員が立っている。さっきと同じ位置、同じ姿勢。ただ距離が近い。さっきよりも明らかに近くにいる。そしてその背後に客たちが並んでいた。無言で整列をしている。もう逃げ場はなかった。いや、最初からなかったのかもしれない。順番ですよ。店員が言う。その声はさっきよりもはっきりとしていた。今度は正しく。その言葉ではっきりとした。これは繰り返しだ。逃げても戻される。途中でやめた分だけやり直されるんだ。かすみの手が俺の手から離れようとする。引き寄せられているんだ、あの場所へ。かすみが一歩前に出る。それを力任せに引き戻した。違うだろう。声が自然に出た。理屈ではなかった。ただはっきりと思った。誰が決めた？その言葉に空気がわずかに揺れる。店員の動きが一瞬止まる。ほんのわずかな間。それだけで十分だった。俺はかすみの腕を強く引いた。一歩、二歩と後ろへ。そしてその動きに対して周囲が反応する。客たちが動き出す。今度は遅くない。一斉に距離を詰めてくる。だがその動きには決まりがあるように見えた。それは一直線にしか来ないんだ。囲むが詰めが甘い。走るぞ！俺が短く言う。だけど返事はない。それでも手を引いて走る。車には戻らない。無理だと分かったからだ。俺はそのまま建物の横を抜けて森へと入る。背後で鈴の音が鳴り続ける。チリン、チリンと追ってきている。だが足音は聞こえない。気配だけが近づいてくる。木々の間を抜ける。足場は悪かった。何度もつまずきそうになる。それでも止まらなかった。かすみの手の感触が少しずつ変わっていく。冷たさが抜けていく。握り返してくる力がだんだん戻ってきた。その代わりに後ろの気配が強くなる。あと少し。根拠はなかった。でもそう思った。するとその時、視界が開けた。森が途切れる。そしてそこは崖だった。その先に景色が広がっている。そこはかすみが探していた絶景スポットだった。夕焼けに近い光が山の向こうに広がっている。一瞬だけ足が止まりそうになる。その隙を狙うように背後の気配が一気に近づく。振り返らない。かすみの手をさらに強く握る。行くぞ！俺たちはそのまま崖沿いの細い道に飛び出した。その瞬間、鈴の音が止んだ。完全な静寂。さっきまであった気配が嘘みたいに消えた。振り返る。森の入り口にはもう誰もいなかった。ドライブインも見えない。ただの山の景色だけがそこにあった。しばらく俺たちはその場に立ち尽くした。呼吸が整ってくる。かすみの手の温度も完全に元に戻っていた。ゆっくりとこちらを見る。その目はいつものかすみだった。今の何？小さくそう言う。だけど答えは出せなかった。
ただ、一つだけわかることがある。あそこは通り道ではない。選ばせる場所だった。そして風が吹く。今度はちゃんと音があった。そして遠くでかすかに鈴の音がした気がした。チリン。気のせいだと思いたかった。でもポケットの中で何かが触れた。取り出してみる。それは見覚えのない小さな鈴だった。皆さんは異世界って本当にあると思いますか？テレビやネットでそういう話を聞いたことはあると思います。山の中で知らない場所に出たとか、気づいたら時間が飛んでいたとか。私もそういう話は好きでした。ただ好きなだけで、実際にあるものだとは思っていなかったんです。少なくともあの日までは。これは私と友人のカナが体験した話です。そして多分、これはまだ終わっていません。あれは春の終わり頃でした。山の空気が少し重くなって、草や土の匂いが濃くなる、あの時期です。その日カナは一人で山に入っていました。山菜を取りに行くと言って。本当は私も誘われていたんです。でも仕事があって断ってしまいました。そして出かける前カナは、なんか変なの見つけたら連絡するね。と笑っていて、その軽い言い方がなぜか今でも妙に頭に残っています。カナは昔から少し変わったところがありました。怖い話とか立ち入り禁止の場所とか、普通なら避けるものに興味を持つタイプで、むしろそういう場所ほど自分から近づいていくような、そんな子でした。怖いってことはさ、何かあるってことでしょ？そう言って笑うのがあの子の癖みたいなものでした。昼過ぎにカナから一通だけメッセージが来たんです。ちょっと変なところ見つけた。それだけでした。私が、何それと返してもそれ以上は返ってきませんでした。既読はついていたのに、返信だけが止まっていたんです。私はその時は、電波が悪いのかなくらいにしか思っていませんでした。でもその後すぐに電話がかかってきました。出た瞬間に何か違和感があったんです。向こうはすぐには話さなくて、しばらくの間、ただ息の音だけが聞こえていたんです。それもやけに近くて、少し荒い呼吸でした。かなと呼ぶと、少し遅れて声が返ってきました。ねえ、今どこ？意味がわかりませんでした。山にいるはずのカナが、なぜか私の居場所を確認してきたんです。仕事中だけど、どうしたの？と答えたとき、小さく息を吐く音が聞こえました。よかった。安心したような、でもどこか焦っているような声でした。それからカナはポツポツと話し始めました。最初は本当に普通の話だったんです。山に入って山菜を探して、いつも通り歩いていたという話。でも途中で違和感に気づいたと言いました。音がしなくなったそうなんです。風はあるのに葉の揺れる音がしない。鳥の声も聞こえない。自分の足音だけがやけに響いて、それが少し遅れて聞こえてくるような、そんな感覚だったと。なんかね、変なの。その言い方が、いつもの調子と少し違っていて、そこで初めて私は、少しだけ真面目に話を聞き始めました。カナはそのまま進んでいったそうです。すると、見たことのない場所に出た。山肌がえぐれたようになっていて、その奥に洞窟があったと言いました。カナはその山に何度も来ていました。だからこそ、そんな場所にあるはずがないと、すぐに分かったそうなんです。そしてその洞窟の入り口には、
太いしめ縄が張られていました。それは明らかに入るなと示しているのに、カナは少し迷った挙句、結局その中に入ってしまいました。洞窟の中は妙に静かで乾いていたそうです。奥へ進むほど時間の感覚が曖昧になっていく。どれくらい歩いたのかもわからなくなって、入り口の光も消えていった。その時に後ろに気配を感じた。そしてカナははっきりと言いました。誰かいるの。私は思わず、他の人じゃないのと聞き返してしまったんです。でも少しの沈黙の後、カナは小さくはっきりと否定しました。違う。その一言で空気が変わった気がしました。そしてカナはゆっくりと振り向いたそうです。そこに女が立っていました。白くてボロボロの服、長い髪、顔はよく見えない。でも確実にこちらを見ているのが分かったと言っていました。距離は近かった。逃げなければいけないのに体が動かなかったそうです。そして次の瞬間、その女が動いた。前触れはなかったそうです。気づいた時にはもう距離が一気に縮まっていた。カナは反射的に背を向けて奥へ向かって走りました。本当は入り口に戻るべきなのに、その時にはもうどちらが入り口なのかわからなくなっていました。後ろから迫ってくる気配だけがどんどん近づいてくる。足音は聞こえないのに、すぐ後ろにいるのがわかる。カナの呼吸が荒くなって、電話越しにその状況がそのまま伝わってきました。私は何もできず、ただ名前を呼ぶことしかできませんでした。カナ戻って、入り口に。そう言った時にカナが叫びました。どっちかわかんないの。その一言で背筋が冷たくなりました。そしてしばらくしてカナが言いました。光が見えた。少しだけ声が変わりました。助かったと思ったんだと思います。でもその直後でした。カナがはっきりとこう言ったんです。ねえ、これ、外じゃない。その瞬間に通話が切れました。そして何度かけ直しても繋がりませんでした。そこで私はやっと、これはただの冗談じゃないと理解しました。私はその日の仕事を途中で切り上げて、カナの家に向かいました。でもカナはまだ帰っていなかった。その時もう迷っている余裕はありませんでした。私はそのままカナが入った山へと向かいました。夕方になりかけていて、山の入り口にはほとんど人がいなかった。風の音だけがやけに大きくて、なぜかそれだけが耳に残っていました。一度だけ足を止めました。ここで引き返せば、多分全部なかったことにできる気がしたからです。でもその時ポケットの中でスマホが震えました。それはカナからでした。画面に表示されていたのはたった一言。まだ中にいる。そして私はそのまま山の中へと入りました。その時はまだ自分がどこに向かっているのかちゃんと分かっていなかったんです。山に入った時は最初は普通でした。足元には見慣れた土と落ち葉があって、踏むたびに乾いた音がする。風も吹いていて、木々が揺れる音もちゃんと聞こえていました。さっきまで聞いていた話が嘘みたいに、どこにでもある山の風景だったんです。それでもカナの言葉が頭から離れませんでした。音がしなくなる。その一言が妙に引っかかっていました。私はスマホを取り出して、もう一度カナに電話をかけました。でもやっぱり繋がりません。画面には圏外の表示が出ていました。そして少しだけ嫌な感じがしましたが、それでもまだこの時の私は行けば見つかると思っていたんです。カナが入った方向は大体分かっていました。
何度か一緒に来たことがあったので、よく使うルートも頭に入っていました。だから私は迷うことなく奥へ進んでいったんです。しばらく歩いているうちに、ふと違和感を覚えました。最初は気のせいだと思ったんです。でも立ち止まって気づきました。音が減っている。さっきまで聞こえていた風の音が少し遠くなっている。葉が揺れる音もどこか鈍くなっている。その代わりに自分の足音だけがやけに残るようになっていました。一歩踏み出すたびに、ザッ、ザッと音がして、少し遅れて同じ音が返ってくる。まるで自分の後ろを誰かが同じように歩いているみたいに。そこでカナの言葉がはっきりと重なりました。なんかね、変なの。私はその場でもう一度後ろを振り返りました。だけど誰もいません。当たり前です。ここに来る途中、他の人なんて一人も見ていません。それでもなぜかそのまま背を向けるのが嫌で、少しだけその場に立っていました。だけど結局何も起こるはずもなくて、私はまた前を向いて歩き出しました。もう引き返そうか、と一瞬だけ考えました。でもあのメッセージが頭に浮かんだんです。まだ中にいる。あれがただの冗談だとは思えませんでした。進むしかありませんでした。そしてしばらく歩いたところで景色が変わりました。見覚えのない場所だったんです。山の形が少しおかしい。本来あるはずの道がなくて、逆に見たことのない斜面が続いている。そしてその先にありました。洞窟です。カナが言っていた通り、山肌がえぐれたようになっていて、その奥に黒い穴が口を開けていた。近づいた瞬間、空気が変わったのがわかりました。冷たいわけではないのに重い。音がそこで途切れている。そしてその入り口には太いしめ縄が張られていました。私は間違いないと思いました。カナはここに入った。そう考えた瞬間、胸の奥がざわつきました。入るべきではないとはっきりとわかるんです。それでもここまで来て引き返すという選択はもう私には残っていませんでした。私はしめ縄の脇をくぐって中へと入りました。一歩踏み入れた瞬間、外の音が消えました。風の音も木のざわめきも何も聞こえない。自分の呼吸だけがやけに大きく響いていました。中は思ったよりも広くて奥へと続いている。足元は乾いていて滑ることもない。ただ妙に現実感が薄い。数歩進んだところで後ろを振り返りました。入り口の光がもう少し遠くなっている。たったそれだけなのに急に不安が強くなりました。戻るなら今だ。そう思ったのになぜか足は止まりませんでした。むしろ奥へ引っ張られるようなそんな感覚があったんです。そのまま進んでいくうちに時間の感覚が曖昧になっていきました。どれくらい歩いたのかはもうわかりません。入り口の光も完全に見えなくなっていました。その時です。背後に気配を感じました。そして一瞬で体がこわばりました。カナの話と同じだったんです。ゆっくりと振り向くか、それともそのまま進むか、判断ができませんでした。でもその迷い自体が遅かった。視界の端に何かが映ったんです。白いものがすぐ後ろにいた。私が反射的に振り向いた時には、もう目の前でした。それはあの女でした。白い、ボロボロの服。長い髪が顔にかかっていて、表情は見えない。ただ距離だけが異常に近い。私は一瞬で理解しました。これは見てはいけないものだと。その次の瞬間、女が動きました。
走るというより滑るように距離を詰めてくる。私は声も出せないまま反射的に背を向けて走り出しました。奥へ、奥へと。完全にカナと同じ動きをしてました。戻るという発想がその時にはもう消えていたんです。後ろから何かが来る。それだけで十分だった。走っている間、何度も背中に気配を感じました。すぐ後ろにいる。触られそうな距離にいる。でも振り返ることだけはできませんでした。それをしたら終わると、なぜかはっきりと分かっていたからです。どれくらい走っていたのか分かりません。息が上がって、足ももつれそうになって、それでも止まれなかった。その時前に光が見えました。カナと同じだと思いました。でも止まれなかったんです。私はそのまま光に向かって走りました。近づくにつれて違和感が強くなっていきました。光なのに明るさが広がらない。影ができない。ただそこにあるだけの光。それでもその中に飛び込むしかありませんでした。次の瞬間、足元の感覚が変わりました。柔らかい。土でも石でもない。私は何歩かよろけて、その場で立ち止まりました。そしてゆっくりと顔を上げたんです。そこは山ではありませんでした。見渡す限りの草原が広がっていたんです。風は吹いているのに、草の揺れ方がおかしい。空の色もどこか濁っていて、現実の空とは思えませんでした。そして振り返ったら洞窟はありませんでした。逃げてきたはずの場所が跡形もなく消えていたんです。その時私はようやく理解しました。ここはさっきまでいた場所とは違う。そう思った瞬間、背中が一気に冷たくなりました。さっきまですぐ後ろにいたはずのあれはどこに行ったのか。いなくなったとはどうしても思えませんでした。むしろこう感じたんです。逃げ切ったんではない。もう追いかける必要がなくなっただけだと。その時に前の方に人影が見えました。それはなんとカナでした。少し離れた場所に立ってこちらを見ていたんです。カナ？私は思わず声を上げて、私はそっちへと駆け寄りました。カナはゆっくりと顔を上げました。でもその表情を見た瞬間、私は足を止めました。安心した顔じゃなかったんです。それどころか、怯えているように見えました。ただ妙に静かで、まるで何かを諦めた後のような、そんな顔をしていたんです。そしてカナは小さな声で言いました。来ちゃったんだ。その言い方があまりにも引っかかって、私は言葉を返せませんでした。その時気づいたんです。カナの後ろに誰かが立っていることに。白くてボロボロの服、長い髪、あの女でした。さっきまで追いかけてきていたはずのそれが、今は静かにカナのすぐ後ろに立っていました。距離はほとんど重なるくらいに近かったんです。それでもカナは振り向かない。気づいていないはずがないのに、まるで最初からそこにいるもののように何も反応しない。そしてゆっくりとこう言ったんです。ねえ、ここ帰り方違うから。カナのその一言で空気が変わった気がしました。帰り方が違う。意味はわかるはずなのにうまく理解できません。私はただその場に立ったままカナを見ていました。カナは少しだけ目線を落として、それからゆっくりと私の方に歩いてきました。後ろにいるあれから離れるように。でも離れていなかった。距離は変わっているはずなのに、あの女はずっとカナのすぐ後ろにいるように見えたんです。まるで位置が固定されているみたいに。
私は思わず目をそらしました。見てはいけない気がした。そしてカナが目の前まで来て小さな声で言ったんです。さっきの洞窟は、あれは入り口じゃないの。出る場所は他にあるの。その言い方が妙に落ち着いていて、逆に怖かったのを覚えています。そして私はようやく声を出しました。ねえ、どういうこと？ここってどこなの？カナはすぐには答えませんでした。少しだけ考えるように間を置いて、それからぽつりと。多分ね、境目。そう言いました。境目という言葉だけが妙に頭に残りました。理解できたわけではないのに、その言葉だけが妙にしっくりとくる。ここはどこかの別の世界で、その途中にある場所。そんな感覚だけがぼんやりと浮かんでいました。帰れるの？そう聞いたとき、カナは一瞬だけ笑いました。それは安心させるような笑い方ではなくて、どこか引きつった、無理に作ったような笑い方でした。帰れるよ。そう言ってから少しだけ間を置いて、多分、と付け足しました。その多分がやけに重く聞こえました。そしてカナはそのまま振り返らずに歩き出しました。私は何も言えないまま、その後をついていくしかありませんでした。草原はどこまでも同じ景色が続いていました。歩いても歩いても何も変わらない。時間の感覚も距離の感覚もだんだん曖昧になっていく。それでもカナだけは迷いなく進んでいました。そしてどれくらい歩いたのかわかりません。ふとカナが足を止めました。その先にポツンと何かがありました。最初はただの影に見えましたが、近づくにつれて形が分かってきました。それは洞窟でした。あの入り口とよく似ているのに決定的に違う。しめ縄は張られていませんでした。その代わりに入り口の上から何かがぶら下がっていたんです。それは小さな人形のようなもの。風もないのにゆっくりと揺れていました。カナはそれをじっと見上げてから小さく言いました。ここ。私は思わず立ち止まりました。本能的に嫌だと思ったんです。あの洞窟とは違う意味で入ってはいけない場所だと感じました。でも私たちに他の選択肢はありませんでした。カナは振り返らないままその中へと入っていきました。そして私は少し遅れて後を追いました。中に入った瞬間、強い耳鳴りがしました。頭の奥を直接かき回されるような不快な音。視界が一瞬歪んで足元の感覚が消えました。そのまま意識が途切れかけて、そして気がつくと私は山の中に立っていました。それは見慣れた景色でした。風の音がして木が揺れて鳥の声も聞こえる。さっきまでの場所が嘘みたいに普通の山に戻っていたんです。少し遅れてカナも近くに立っていました。お互いしばらく何も言えませんでした。ただ、帰ってきたんだという実感だけがゆっくりと湧いてきました。そしてその日はそれで終わりでした。私たちは山を降りてそれぞれの家に帰りました。何事もなかったかのように。でも終わっていませんでした。その日を境にカナの様子がおかしくなりました。最初は些細な変化でした。ぼーっとしている時間が増えて、話しかけても反応が遅くなる。かと思えば、誰もいない方向を見て、小さくうなずいていることがある。私は何度か、大丈夫？と聞きました。カナはその度に、大丈夫と笑いました。でもその笑い方は前とは少し違っていました。
ある日、カナの家に行った時のことです。カナは窓の外、山の方をじっと見ていました。声をかけてもしばらく気づかなかった。やっと振り向いたと思ったら、こう言ったんです。ねえ、まだいるよ。何がとは聞けませんでした。そんなの聞かなくても分かってしまったからです。その頃からカナの体調は急に悪くなっていきました。原因は分からなかったそうです。病院に行っても異常は見つからない。それなのにどんどん弱っていく。そして食事も取れなくなって声も出にくくなっていって。そして最後に会った時、カナはほとんど動けない状態でした。それでも私の顔を見ると少しだけ安心したように笑ったんです。そして消えそうな声でこう言いました。ねえ、私だけ帰ってきたと思ってるでしょ。その意味を聞き返す前にカナは目を閉じました。それが最後でした。そしてカナが亡くなった後、私は一度だけあの山に行きました。どうしても確認したかったんです。あの洞窟が本当にあるのかどうか。でも、見つかりませんでした。どれだけ探してもそんな場所はありませんでした。そして代わりに一つだけ変なものを見つけたんです。木の幹に太いしめ縄が巻かれていたんです。それはまるで何かを封じるみたいに。その時ふと気づきました。足音が聞こえたんです。後ろからゆっくりと。私が一歩も動いていないのに、もう一つの足音がぴったり同じ感覚でついてくる。振り返ることはできませんでした。あの時と同じで、それをしたら終わる気がしたからです。だから私はそのまま山を降りました。だけど今でも時々思うんです。あの時本当に帰ってきたのはどっちだったのか。そしてあの女は今もちゃんとついてきているのかもしれません。あれは自分が小学4年生の夏だった。家族で山奥のキャンプ場に行った時の話だ。山のかなり奥にある古いキャンプ場で、近くに店も自販機もなかった。昼は川で遊んで、夜はバーベキューをして、どこにでもある普通の家族キャンプだった。キャンプ場もそれほど広くなくて、子供も10人くらいしかいなかったから、昼のうちにはだいたい全員の顔は見ていたと思う。夜になると子供だけ集められて、虫取りイベントに参加をすることになった。親たちは広場で待っていて、子供だけで林に入るイベントだった。夕方、受付の前に子供が集められて、スタッフの一人がルールを説明した。いいですか？約束を絶対に守ってくださいね。林の奥には行かないこと。白いテープが巻かれている木には近づかないこと。何かを見つけても一人で離れないこと。そこまでは普通の注意だった。でも最後にスタッフが少しだけ声を低くして言った。顔のあるクワガタを見つけても絶対に捕まえないでください。何人かが笑って、誰かが、顔の模様ってこと？って聞いた。だけどスタッフは少し黙ってからこう言った。見ればわかります。とにかく捕まえないでくださいね。その後変なことをされた。ぐらぐらしてる歯がある子はいる？あと爪が伸びている子は今切っておこうか。この紙に自分の名前を書いてね。順番に名前を書かされて、スタッフが一人ずつ紙と顔を見比べていた。最後に子供だけで写真を撮った。その時のスタッフが人数を何回も数え直していた。虫取りイベントは
完全に暗くなってから始まった。子供たちは懐中電灯を持たされて、スタッフの後ろに並んで歩いた。山の中は少し霧が出ていて、光が白くぼやけていた。木からは樹液の匂いがして、カラスの鳴き声が時々聞こえてくる。歩きながらふと前を見て気づいた。列の中に見たことのない顔の子がいたんだ。昼間に川で遊んだ時も、バーベキューの時も、あんな子は見ていなかった。キャンプ場は広くなかったし、子供も多くなかったから見ればわかるはずだった。その子は帽子を深くかぶって虫かごを持っていた。誰とも話さずずっと下を向いて歩いていた。でもスタッフはその子の名前を普通に呼んでいたんだ。ほら高柳、前に行き過ぎるなよ。その子は小さく返事をした。だからどこかの家族の子なんだろうなと思った。林の中の少し開けた場所でスタッフが振り向いていった。いいか、もう一回言うぞ。顔のあるクワガタを見つけても絶対に捕まえるなよ。少し静かになって誰も笑わなかった。その時列の後ろの方で小さな声がした。毎年いるんだよ、捕まえるやつ。その声のした方を見ると、あの昼間見ていない顔の子が立っていた。その子は虫かごの中を覗きながらこっちを見ずに言った。捕まえると来年もここにいなきゃいけなくなるよ。その時何を言っているのかよくわからなかった。誰も何も言わなかったし、スタッフも何も言わなかった。すると少しして林の奥の方からカリカリと木を引っかくような音が聞こえてきた。何人かの子供がその音の方へと歩いて行ってしまった。その中には自分の友達もいた。そしてその夜あいつが顔のあるクワガタを見つけたんだ。林の奥から聞こえたカリカリという音の方へ何人かで歩いて行った。懐中電灯で照らすと樹液が出ている太い木があって黒い虫が何匹も集まっていた。カブトムシとノコギリクワガタがいた。その中に一匹だけやけに大きいクワガタがいた。友達が、あれでかいと言って木に近づいた。そのクワガタが光を当ててもほとんど動かなかった。友達がそのクワガタを指でつまんで持ち上げた。その時友達が、あれと言った。なんかこれ変だ。何が変なのかわからなくて懐中電灯で照らした。クワガタの背中の模様が見えた。それは人の顔みたいに見えたんだ。目と鼻と口みたいな模様があって、まるで笑っているみたいな顔に見えた。ただの模様にしては妙に立体っぽく見えた。その時後ろから声がする。それ、逃がした方がいいよ。振り向くと、あの昼間に見ていない顔の子が立っていた。暗くて顔はよく見えなかったけれど、その子は虫かごを胸の前で抱えていた。それ、顔があるから。友達は笑って、ほんとだ、顔みたい、と言いながら、そのまま虫かごに入れた。その瞬間、後ろから強い光が当たった。スタッフの懐中電灯だった。スタッフは虫かごの中を見て、少しだけ嫌な顔をした。見つけちゃったか。怒っているわけではなくて、困っているみたいな言い方だった。それ、後で逃がそうか。だけど友達は、やだ、持って帰る、と言ったんだ。スタッフは少し黙ってから、そっか、とだけ言った。その時に横にいたあの子が小さな声で言う。今年は君なんだね。
友達は、何がと聞き返したけど、その子はもう何も言わなかった。その後に笛が鳴って、全員一度広場に戻ることになった。戻る途中に友達が虫かごを揺らすと、中から、コツコツと音がした。元気だな、こいつ。友達はそう言ったけど、その音は虫が暴れている音ではなくて、硬いものがぶつかっているような音に聞こえた。その夜、テントで寝ていると、外を歩く音が聞こえた。砂利を踏む音がテントの周りで止まったり、少し歩いたりしていた。その後テントのすぐ横で、カリカリと音がした。木ではなくて、もっと近く、地面がテントのすぐ外から聞こえる音だった。友達も起きていて、小さい声で言った。なあ、虫かごの音じゃない？友達の枕元に置いてあった虫かごから、コツコツ、カリカリという音がしていた。まるで中から何かが硬いもので引っかいているみたいな音だった。次の日の朝、友達の様子が少し変だった。ぼーっとしていて、あまり喋らなくなっていたんだ。友達のお父さんが、ほら、朝飯だぞ、と言っていたとき、友達は少し黙ってから言った。おじさん。その場にいた全員が一瞬だけ変な空気になった。何言ってんだ、父さんだろって笑っていたけど、友達は困った顔で何も言わなかった。その後紙に自分の名前を書くときも、少し考えてから自分の名前を書いていた。でも虫取りイベントの話になると、急によく喋った。この辺、ミヤマもいるんよ。樹液出てる木、もっと奥にもあった。白いテープの木の向こうにも、でっかいのいる。その場所は、昨日スタッフが行くなって言っていた場所だった。帰る前スタッフが子供たちを並ばせて、また人数を数えていた。一人ずつ顔を見ながら、ゆっくりと数えていた。その時スタッフが小さな声で言った。よし、今年も大丈夫だな。何が大丈夫なのかは、その時はわからなかった。帰りの車で、友達はずっと虫かごを膝の上に乗せて、中のクワガタをじっと見ていた。そのクワガタの背中の顔が、少しだけ友達の顔に似ている気がした。あのキャンプから帰った後、友達は少しずつ変わっていった。前より喋らなくなって、学校でも一人でいることが多くなった。でも虫のことだけは異常に詳しくなっていて、先生よりも昆虫の名前を知っていた。だけどしばらくして、その友達は引っ越したと聞いた。それからは一度も会っていない。大人になってからふとあのキャンプ場のことを思い出して、名前を検索してみた。キャンプ場の名前はまだ残っていて、今も営業しているみたいだった。でも少し調べているうちに変な記事を見つけた。昔の新聞の記事だった。山で子供が行方不明になったという記事だった。記事にはこう書いてあった。山の中で子供のものと思われる虫かごが見つかった。中にはノコギリクワガタが一匹と、人の乳歯が数本、小さな爪、束ねた髪の毛が入っていたと。俺は気持ち悪くなってそれ以上は読めなかった。でも気になってさらに調べた。古いブログや掲示板にあのキャンプ場のことが少しだけ書かれていた。虫取りイベントの前に爪を切られた。歯が抜けそうな子はスタッフに何か言われた。子供だけ写真を撮られる。虫かごをスタッフに預ける時間があった。顔のあるクワガタを捕まえた子が次の日から変になった。そこまで読んだ時に思い出した。虫取りイベントの説明の時、スタッフが言っていた言葉。
顔のあるクワガタを見つけても捕まえないでください。ただの気味の悪いルールだと思ってた。でも違った。捕まえたらいけなかったのは珍しい虫だからでも危ない虫だからでもなかった。大人になってからキャンプ場のブログに載っていた昔の虫取りイベントの写真を見つけた。子供たちが並んで虫かごを持って写っている写真だった。その写真の端に机が写っていた。机の上に透明なケースがいくつも並んでいた。中にはクワガタが入っている。その中の一匹だけ背中に顔のあるクワガタがいた。よく見るとその机の上にクワガタのケースとは別に小さなプラスチックの箱が置いてあった。それは乳歯を入れるケースだった。その横に爪切りと輪ゴムで束ねた髪の毛が置いてあった。そこで俺はやっとわかった。顔のあるクワガタは模様なんかではなかったんだ。歯と爪と髪の毛で人の顔を作っていたんだ。毎年虫取りイベントで顔のあるクワガタを山に放す。それを捕まえた子供から歯と爪と髪を取る。そしてまた新しい顔のあるクワガタを作る。だからスタッフは言っていたんだ。顔のあるクワガタを見つけても捕まえないでください。あれは優しさじゃなかった。次の顔になるから捕まえるなって意味だったんだ。あのキャンプの写真を最後にもう一度だけ見た。子供たちの後ろにスタッフが立っている。そのスタッフの一人後ろに帽子を深くかぶって虫かごを持っている子供が写っていた。その子の顔を見たとき、やっと思い出した。虫取りの列にいた昼間見ていない顔の子だった。その子は少しだけ口を開いて笑っていた。その子の前歯が一本もなかったんだ。